今回は先日ショート動画で上げたこのシートフローリングのよくある線傷の解説をしていきます。こういう薄い線傷は濡れたら消える場合があります。例えばワックスをかけると消えるように、試すときは傷に水を少し垂らしてみるとそれで消えたりします。この場合、色がほとんどつかないペンで塗ってみます。ここで薄い色で消えると判断したので、このまま塗っていきます。ここでのポイントは、濃い色の床だから濃い色のペンで塗ってしまって、そのペンの色が仕上げの時に邪魔することです。ペンの色を試す場合、薄い色から順番に試してください。どうしても濃い色でないと消えない場合は、上から筆で色を入れなければならないです。あと、なるだけペン先で傷をピンポイントで塗っていくことです。指トントンははみ出た色を少しぼかしています。ここから次の工程です。ここではハードワックス901を充填しています。ハードワックス901は黄色い半透明です。周りのはみ出たハードワックスを拭き取って研磨して形を作ります。ハードワックス充填の時点で面がある程度きれいに出ているので、研磨は軽めにかけています。養生していきます。シートフローリングにツヤを吹く際には、長手方向に長めに養生してください。ツヤを吹いていきます。シートフローリングにツヤを吹いたとき、吹きすぎて白くなったりすることが多いです。その場合、ミストリムーバーやモホークのノーブラシを少し拭いて自然乾燥を繰り返すと良くなります。少しずつ拭くのがポイントです。決して慌ててはダメです。完成です。シンプルなリペアですごく綺麗になりました。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。